This is my hairband, fake hairband, and I bought it. The store name was I think Adelance, the wig store in Japan, Ginza. It's about 6,000 yen. I think you can find it on Amazon or something. Maybe I need another one. Here, it has the pin. This is hair. I don't know what to say, but anko desu. You can buy it on Amazon. It says color top. It makes your hair looks bloomy.今日は着物についての動画でございます。I'm gonna show you how I wear kimono. Get ready with me でね。ミーナさんからミーナ Japanese Traditional 畳マットレスを送っていただきました。なんか普通の洋室なんやけど、この畳1枚引くだけでジャパニーズな空間が生まれてすごい気に入りました。今日はこの上でお着物着替えていきたいと思います。すごいいい香り。まずね、これはキャミソールです。着物を着る前にお化粧と髪の毛はセットアップいつもしてます。お着物ってシルクでできているので頻繁には洗えないんです。洗うのにもお金が結構かかったりとか、専門の業者さんに頼まなきゃいけないので、ちょっとしたヘアスプレーがついちゃったりとか、お化粧の粉が落ちちゃったりとかっていうのをとても配慮しておりますので、まず髪の毛とお化粧をセットアップしました。そして下に着ている下着として、これはねブラトップ、キャミソールにブラジャーみたいなカップがついているやつの膝ぐらいまでの丈があるワンピースタイプになっているものです。全然これ着物の専門のやつじゃないねんけど、いろんな下着があるのよ。着物でもね、着物のちょっと生地みたいなの使ったり、綿 100% のさらしみたいなのやったりとか、でもずっと着物着ていて部屋着にもなってお着物の下にも着れるもので、できるだけ面倒くさくないものって言ったらこれにたどり着きました。もうちょっと丈が長いとパーフェクトなんだけどなぁと思いながら、あとはね白でこの辺ぐらいまで欲しいんだけど、まあしょうがない、これしかないんでこれをつけていきます。だいたい着物のねレッスンとか行ったら一番先に旅を履きましょうとか言われるの。旅を履く理由は着物着付けてから旅をよっこらせよっこらせって履くと着崩れるからね、一番最初に旅を履くべきだって教えられんねんけど、別にそんなことないと思ってて、私は家では旅を履かないし、着物を四角締めにこう勉強されてきた方には怒られるかもしれないけど、家では帰ってきたらすぐの脱きます。家出る直前に旅を履きます。なぜならね、旅ってねこう真っ白なのね。これは私のお気に入りの旅なんです。東レナイロントリコット生地使用ストレッチ旅。ちょっと今日の動画はめっちゃニッチかもしれない。着物着る人しか興味ないかな。旅ってこの裏側がよく汚れを吸い取りそうな感じになってんの。すごい汚れんのよ、旅の裏って。ちょっと硬くなってるから。ほんで真っ白でしょ。毎日雑巾がけでも家してたらね、旅履いても全然汚れへんかもしれんけど、なんせうちはね一日履いてると真っ黒になるんですね。だから旅はギリギリまで私は履きません。旅ってね、こうやって親指だけこっちに入れて他の4本指はこっちに入れる、2つに分かれてるんです。ここに小ハゼって言って止めるところがあるのね。足をここに入れて、でここに止めるの。こうやって今これ5枚ついてるけど、4枚ついてるものとか6枚ついてるものもあるんですけど、だいたい4枚ついてるものはちょっとお安め、5枚ついてるとまあまあ普通の値段、6枚ついてるちょっと踊る人専用だったりとかお茶の人とか56枚の人が多いと思います。足がこう見えちゃうからね。今旅紹介したけど一番最後に履きます。これもね着物の下に引く肌襦袢のみたいなものなんですが、でもちょっとタンスの下から出してきてしわくちゃやな。これ着ても着なくてもいいんやけど、まあ今日せっかくなんで着ましょうか。こうやって下に巻きます。バスタオル巻くみたいな感じね。そして次は上です。肌襦袢。これも
半袖のシャツみたいなものです。これは綿 100% でできていて、下着ですね、汗を吸ってくれる役割があります。特徴的なのはプラスチックでできた芯があるの。これを肌襦袢の襟元に入れるんです。細い芯を肌襦袢のここに入り口があって内側に入れるよ。芯が入ると襟元がシャキッとするんですね。こういう感じになりました。紐で留めるんだけど、私が最近使っているのはこのゴムの紐。ここにストッパーがついていて全部ゴムになっているので苦しくないんですね。そして着物の特徴としてうなじの襟のところがね、手のひら1枚分ぐらいかな、開けましょう。開けるとね、綺麗に着ているように見えますよ。これもね、私はね、もともと舞妓芸妓をやっていたから一般の人よりはちょっと大きめに開けてるかもしれないけど、自分の好きな大きさに開けたりしています。肌襦袢と裾よけをつけました。そしたら次、長襦袢を着ていきます。長襦袢は着物と同じような形をしているんです。襟がついていて、一番最後にも襟だけが外から見えます。着物って何枚着てると思う？何パーツあるかな？数えてみてください。ぜひ。長いのでちょっと託し上げます。キュッキュッ。これは右左って巻くよ。右前って言うんですけど、右が体の方、左が外側に来ます。反対にしちゃったらね、死に装束って言って亡くなった人の着るお着物と一緒になっちゃうから気をつけてください。シワになってたりよれてたりする場所をきれいにしとかないと、後でお着物着た時に上にも響いてしまうのできれいにしておきましょう。はい、ここまでが下着です。キャミソール、裾よけ、肌襦袢、長襦袢4枚着ました。夏だともうすでに暑いよね。今これ冬の格好してるんですけど、夏のお着物も同じだけ身につけます。ただ素材がもうちょっと薄いものであったりとかします。これ冬の長襦袢っていうのは合わせになってて2枚重なってるんだ。4ピースつけたけど、本当厚さ的には5枚着てることになるのかな。綺麗に着るコツとしては、好みがあるんやけど鎖骨が絶対見えないように。鎖骨が見えちゃうとね、いやらしくっていうか、ちょっとだらしなく見えるんだよね。後ろのね、襟を抜きすぎとか言って怒る人いるんだけど、それよりも前をきっちりと締めておくと、後ろを抜いてもそんなにいやらしく見えないんですよね。着物の美しさって私この襟にあると思うので、後ろ姿を見えた時にちょっと首がシュッと長く見えるような、でも前向いたらきっちりしているっていうのがすごい私が着物の好きなところなので、もし着物着ることがある人は前をしっかり締めてきちんと感を出しつつ、襟元を後ろは抜いて、後ろ向いた時に綺麗やなって思えるような感じを目指してもらえるといいかと思います。では着物に行きましょうか。私のお気に入りのお着物です。綺麗。見てください。今ちょっと京都から送られてきたばっかりなのでシワがいっちゃっていますが、キラキラ。自分の人生の節目節目で着物を新調したりとか直したり色を変えたりとか、ずっと着物を一つずつ集めていってるんですけども、これからアメリカに行くにあたって頑張るぞっていう気持ちを込めてこのお着物を購入しました。普段の自分の貯金とは別に、お着物貯金っていうものがありまして、それを使いました。見てください。嬉しい。新しい着物っていうのは嬉しいですね。新しい着物とか洗いに出した後のお着物にはしつけ糸っていうのがついてます。見える？こういう洗いに出した後も毎回ついてくるかな。この糸を着る前に取ります。お着物って小さい買い物じゃないから、私的には人生の節目節目にすごく大切な着物があるのよね。初めて外国で生活するっていうのはもうすごい大きな節目なので、頑張るぞっていう気持ちと自分をアップさせる、すごいいいお買い物だと思います。いいね。
ます。帯の下に巻くんやけど、これがあることで帯がパリッとしてくれて、キュッと締めてもここが中にめり込まない厚紙でできています。帯板です。帯はね、結び方を口で説明するのは難しいんですけどね、見ててください。後ろと前でキュッ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 と引っ張ります。グッと締めます。くくってないです。ただ締めてるだけ。もちろんくくってやるやり方もあるけど、くくるとね、帯がその場所でしか締められなかったりするので、太ったりとかすると帯にシワがいっちゃうので、このやり方でやってます。そして帯を留める手って言いますけど、これを折り返してここにちょっと挟んでおきます。お太鼓を作りますよ。これがおまく枕。おまくをここに入れて、よいしょ、背中に乗っけます。でおまくの紐を入れて、おまくをきれいな形に形作りまして、どうかな、これぐらいでどう？いい感じ？さっきまで留めていた帯締めをもう一回外して、真ん中を持って手を折り込んで、そして帯締めで留めます。どうかしら。みんなが知ってる帯の形になってますでしょうか。今何を直したかっていうと、帯がね、横向いた時に帯の線がこうなってたの。下っ腹が出て見えるわけ。帯はこうじゃなくてこうしたいわけ。こう胸の方を下ろす。そして背中を上げる。そうすると、美しいキス型になりますね。帯締めというものをこうやってキュッと両脇をちょっと上げると目の錯覚で細く見えますね。旅を履きましょう。全部こう巻いてるでしょ。裾よけ巻いて、長襦袢巻いて、着物も巻いてやってるから、足がここまでしか開かへんわ。頑張って。着物開けて、長襦袢開けて、グッと割って、グッとこう、わかる？グッとこうして、こうやって、そうすると可動範囲が広まりますのでね、歩きやすくなります。海外の人でも、例えば日本に旅行来て着物体験したりする。そしたら足がさ、開けられなくてっていうのあるでしょ。そういう時は今の股割りを、男性もね、女性も普通の着るものですから、可動域があるもんなんですよ。いいじゃないでしょうか。帯揚げ忘れてた。帯揚げちょっと取ってきますね。忘れていた帯揚げ。おまくがね、このおまくって中に入れたでしょ。これがさ、隠すために巻きます。おまくにもともと巻いとけばいいんだけどね。で、後から乗せることもできますよ。おまくにもともとね、ゴムとかでくっつけといたらいいんだよ。この帯揚げでもろもろのね、手の下にある紐とかを隠すんです。これも右が下。くってもいいし、くくらなくてもいいです。これも好みによるんですけど、あんまりこうね、帯揚げをガンガン見せるっていう着付けは私は好きではないです。だから一見帯揚げしてないってよく見られるんだけど、してるんです。ただ帯揚げの美しさっていうのは、お辞儀した時にチラッと見える、それくらいがいいんじゃないかなって私は思ってます。洗う時はね、すごい襟汚れするのね。襟とか旅とかはゴシゴシも洗っちゃっておけせっけんみたいなんで。でもこういう帯揚げとかちょっとしたシルクだったりするものは、つけ置き洗いとかね、自分で洗うとしたらもちろん着物屋さんに出しちゃってもいいんだけど、これで完成です。どうでしょうか。いつもこんな感じでお着物を着替えております。今日はね、このミーナさんから畳を送っていただきました。ジャパニーズトラディションの畳マットレス。普通のお部屋なのにこれ1枚あるだけでなんかジャパニーズの感じがしますよね。見てても感じるし、なんかね、いぐさの香りがすごいの。旅館の香りみたい。旅館って行ったことある人だったら、なんかこう香りに特徴的があると覚えてると思うんだけど、その香りがします。普段の家だけどこの畳を敷くと、なんかここだけちょっと現実逃避したいみたいだから、何かこの
この畳をリテーションのために使ってもいいし、あとは本来の使い方としてはこの上にお布団を引いて寝ることもできます。でミーナさんではそのお布団もちゃんと取り扱っております。海外にも発送するよ。で Amazon でも販売しておりますので、ぜひぜひリンクをクリックしてみてください。クリックしたらすごい人気もうすでにすごい人気の商品なんだけど、今回こうやってお話をいただいて、この動画をスポンサーしていただくことになりました。これからアメリカに行くんだけど、アメリカにこそこのマットレス持っていきたいな。なんか日本恋しくなったりとかして、この匂いがホームシックを助けてくれそうやし、RV の中で弾けるかな。でもベッドの上やったら弾けるか。畳を引いてちょっとお抹茶でも立てたりとかして、いいよね。自分のアイデンティティが畳で保たれるかもしれないよね。1年も海外で生活したらホームシックになるのかしら。もうほんまに私のペアレンツハウス、実家は畳のお家やし、英語舞子としても毎日畳のお家で生活してたし、東京に来て初めて畳がない生活をしてますけど、久しぶりにこの畳の上に座るとなんかシャキッとするよ。本来の自分を思い出すみたいな感覚になってます。いろんなサイズがあるので、これはシングルマットレスとして使えるサイズなんです。もう一つ大きいサイズもあるし、ちょっとお見せします。この畳の大きなサイズもあるよ。マットレスにもなります。なんか懐かしいよね。日本人でもね、これこそアメリカに持って行きたいよね。畳と布団ね。気持ちいい。いいね。なんかお布団で眠るって私たちもベッドで寝てるけどさ、いいよね。実家はお布団だから京都行ったらいつもお布団で寝てるから、海外の人にとったらお布団で寝るってあんまり想像つかない。そうで、ミーナさんはこのお布団も取り扱ってるので Amazon で買うことができます。ぜひあなたのお家にジャパニーズ Way to Sleep を取り入れてみてください。この畳は天然のいぐさ 100% 使っていて、すごいいい香りです。日本を感じます。吸湿性があるから裸足で歩いても気持ちいいし、快適な環境を保つことができます。日本人による品質チェックがちゃんとできているので、構成もしっかりとしています。笹向けもないよ。畳特有の分かる、この目に沿って手を動かすと分かるんだけどさ、スルスルですっごい気持ちいい。布団の方はこれも日本の縫製技術で作られていて、5層入ってるんだって中にね。だからしっかりと体がサポートされて寝心地もいいし、すぐへたらないで長持ちするんだって。お布団カバーもあるんだけど、これも綿 100% で耐久性がしっかりとあって、スルスルで気持ちよく、気持ちいいっていう感じで眠ることができます。まだこの撮影している時は日本にいます。でも多分この動画が出る頃にはアメリカにいるはず。どんなベッドで寝てるんだろう。RV のベッドって1回寝たことあるけど、結構なんていうの、バネが強くて体が痛くなったな。2日間寝ただけで。なんかこのお布団を持っていきたい気がするけど、まだ未知の世界なので。でもなんかこの畳をね、この下に引いてるからマットレスとしてね、この香りがすごいジャパンです。畳っていい匂いだな。クラウドファンディングでね、着物に名前を入れさせてほしくって、クラウドファンディングで私の着物に名前を入れられる権利っていうものを販売させていただいて、3人の方が購入してくださったんだけど、サポートしてくださっている方の名前が入った着物っていうのを芸妓さんの時に着てるお姉さんがいらっしゃって、芸妓さん文化なのかな、わかんないけど、そんな目立つとこに誰々って書いてるわけじゃないんだけど、ちょっと柄のところにお名前をこう忍ばせてたりとかしている人がいて、素敵だなって思ったから、今回ね、着物子でサポートしてくださる方の名前を書いた着物を作りたいと思って、書いてもらうのは元で、私が昔から着ているこの無地の着物があるんだけど、布にかける絵の具で書いてもらおうと思います。すーちゃん、パパで絵描いてくれる？ママのお着物に。いいよ。G パパが描く。すーちゃん少し何回描いてもいい？例えばハートとか、例えば桜とか蝶々とか。これにする。すーちゃんなんかめっちゃやる気になってきてるな。ちょっとまだやらないでください。帯がここだからそこに筆置いて。そうそう、置いといてそこに。俺はラブ着物子って書こうと思ってたんだけど、ラブ着物子の隣にすーちゃんがハートと蝶々とか。それいい。ラブ着物子。
かしいな。運動会やってますね。綱引きですね。すーちゃん虹色に使いたい。すーちゃん、パパにやっていいか聞いてからやってくれる？お願いしますね。これ本当に大切で、ママ本当に着たいんだ。したらママがこのお着物着てたらさ、すーちゃんとパパが書いてくれた大切な着物とのメッセージが載ったスペシャルな着物になるでしょ。お願いしますね。お願いしますね。ちゃんと着れるおしゃれな感じにしてね。はい。やる前に絶対パパに確認してね。はい。お願いします。ねえパパ、さクリーンでさ、こんな撮りたいこの絵を。いいでしょ。ちょっとさ、まずパパが先に字を書いていい？はい。すーちゃんさ、自分のさお洋服にお絵かきしなよ。